どっかに勤めるんやったら2番目に好きなことにしときなさいってことなんやけど、自分でやるんやったらもう一番好きなことを事業にしたらいいんちゃうかなって。一番でも極めていけば仕事になっていく。考え変わってんで、それは 3.11 やで。自信。皆さんこんにちは。好きなことで飯を食う好き飯でおなじみの吉田塾塾長吉田正樹です。私は30年にわたって起業を支援していきました。約2000社の起業に携わり、大学院では10年間教授としてベンチャービジネスを教えていました。いくつかの政府の起業支援事業をプロデュースさせていただき、現在は起業支援者の育成に取り組んでいます。このチャンネルでは僕の30年の経験を皆さんと共有し、皆さんが自分らしく生きる、好き飯する、これをお手伝いしたいなと思っています。質問とかあればどんどんコメント欄にお書きください。僕もですが、僕の仲間が皆さんの質問に答えてくれますので、ぜひともチャンネル登録してください。はい、今日のお題は何でしたっけ？好きなことで飯を食うっていうのをずっとおっしゃってますが、僕の記憶では昔一番好きなことじゃなくて2番目に好きなことで仕事にしろっていうふうにおっしゃってたように記憶してるんですが、好き飯と矛盾してるなっていうのを僕ずっと胸に引っかかってたんですが、はいはい、それをちょっと今日は聞いてしまおうと思います。はい、考え変わってん。一番好きなことを仕事にしてしまうと、仕事って楽しいことだけじゃなくなってまうんで、自分が一番好きなことが好きでなくなってしまうっていうこともあって、2番目にって言うててんけど、最近なんかようよう考えてたらさ、どっかに勤めるんやったら2番目に好きなことにしときなさいってことなんやけど、自分でやるんやったらもう一番好きなことを事業にしたらいいんちゃうかなって。勤めるのはなんで2番がいいんですか？勤めるのはさっきの話やねんけど、企業やと自分の好きなことを事業にして自分で全部決められるやんか。その代わり、自己責任やけど、でも勤めてしまったら自分の好きなことやからね、こうあるべきああやるべきやと思ってたとしても、上司がこうやとか会社の方針こうやって言ったらそれ従わなあかんやんか。そこで一番矛盾が起こってしまうんで、だからそれは2番ぐらいにしときって話やった。でも昔は自分でやるのも2番の方がいいっておっしゃってた。そうそう、昔は自分でやるのも2番の方がいいかなと思ってたんやけど、ようよう考えたら趣味が高じて仕事になるみたいな話あるやん。最近メダカ屋さんと出会ったんや。メダカ屋さん？メダカの学校のメダカな。メダカを掛け合わせて新しい品種を作ったりとかして、でそれを売ってはるんやな。で彼は熱帯魚がもうちっちゃい頃から好きで、中学ぐらいから趣味でやってはってんけど、あることがきっかけでメダカに目覚めはるんやんな。でそれは 3.11 やで、地震。あの時に彼出張してたみたいやねんけど、熱帯魚趣味やから家の中にいくつも水槽が全部の水量合わせると1トンぐらいあってんて、それがもう全部こぼれたんやて。僕は割れたんですか震災でって言ったら、いや違うんやて、揺れて水が飛び出すんやで、あれ水槽から。でもう家族からもう家の中に水槽置くのやめてくれ言われて、もう熱帯魚やめようかなって思ってる時に、たまたま自分がいつも買いに行ってた熱帯魚屋の親父にちょっと手伝ってくれへんか言われて、その手伝ったんがメダカの養殖やってて、これで3ヶ月ぐらいで1万匹養殖してんてメダカ。その熱帯魚屋さんが買ってくれはるはずやったのに、どんなトラブルがあったか知らんねんけど、買ってもらえなかったみたいで、ただ分かってるやんか、それなんぼで売るかはさ。電卓代で見るとそこそこの金額で、こんなんやったら俺熱帯魚やめてメダカをやろうっていう風になったみたいわ。きっとメダカの世界では10本の指に入らはるんちゃうかなぐらい有名になったはんねや。それは趣味が高じて仕事になっとんやけど、趣味の世界ってほんまに仕事のできる人ってこの上のここの部分やんか。で趣味性の高いものって例えばですけど、釣りもそうやんか。釣りもプロいてはるやん。でこういう人たちって釣りの大きなこのマーケットの人たちにとって憧れの人やろ。だから一番でも極めていけば仕事になっていくって、これ新しい形の起業のスタイルかもしれんなと思ったよね。スタイルの話で言ったら、僕がよく言ってるのは、起業の動機、いくつかの起業動機があって、アイデア実現型、なんかアイデアがバッと思いついたらこれ商売なんちゃうかなってなるやろ。技術応用型、大学発ベンチャーとか、あと特許とか、そういうある技術があって、この技術で起業したい。社会課題解決型、これではあかんと、世の中変えなあかんというんでこうやる人。独立志向型、吉田さん俺社長になりたいんですけどなんかええ商売ありまへんかみたいなやつな。あと成り行き型、僕なんか成り行き型だけど、でそれ以外に趣味系、趣味が事業になって起業する人たち、それと最近暇系っていうのもあるんやな、僕の中では。暇やねん、暇。これも最近出会った子やねんけど、大手のコンサル会社勤めてんねんけど、エネルギー余ってんねんて。
今の会社を辞めるつもりは全くありませんと。最近の会社って土日完全休みやし残業したらあかんしってさ、みんな働く環境ようなってるやんか。だから自分でやりたいことがあって、これで起業しようと思って、で会社に対して副業申請してみて、で上司に副業申請出して、こんなんしたいんですって。そうなんや、こんなんしたいんや。なんでやねんって言ったら、私エネルギー余ってるんですって。今までにない新しい企業動機みたいなのがあって、それを見ててもええねんけど、一番好きなことを仕事にしても全然いい時代になってるんちゃうかなというふうに思います。もう一つなんやけど、 NHK のど自慢ってあるやん、日曜日やってはるやつ、あれ好きなんや僕な。あれってどっちかやったらその地域活性みたいなことがこうテーマになっててさ、毎週いろんな町行かはるやんか。であれ土曜日に予選があって、で予選通った子が十何人かな、日曜日の生放送で歌うんやけど、あれ歌のコンテストやけど、地域を活性化したいと思いもあるんで、歌が上手いだけで予選通ってるわけじゃないやん。なんか高校生元気な3人組出てきたりとか、ちょっとこんなになってはるようなおばあちゃん出てきはったりとかするやんか。でグランドチャンピオン大会っていうのがあって、年に1回週に1回ずつあるんで、52週なんやけど、その週のチャンピオンがいてて、このチャンピオンがなんか予選するんやろな。勝ち残った14やったか17やったかが最終 NHK ホールで、これも生で歌って審査員がいてて、で一等賞で準優勝って決めるんやけど、このグランドチャンピオン大会見ててさ、みんなめっちゃうまいねやんか。誰が一番になるかなかなか分からへんかったぐらいに均衡してて、でふと思ったんやその時に、 NHK のど自慢からプロの歌手になった人っていてんのかなって思って、で調べてみたんや。そしたらさ、たくさんいてんねよね。誰いてると思う？ NHK のど自慢からプロの歌手になったって。もう誰でも知ってる？誰でも知ってる人でいて、美空ひばり。ただ昭和21年に9歳で出てんねんやけど、美空ひばり金一つやってみて。じゃあグランドチャンピオンじゃないんですね。ないねん。あと北島三郎金2つやってんで。これもスターあるんです、はい、あと五木ひろし、あと森進一もいて。歌の世界もさ、ちっちゃい頃から歌好きでさ、なんかお祭りとか素人のど自慢大会とかっつってなんか歌ってたらさ、周りの大人があんた上手やって歌手になれんちゃうかみたいなこと言われて、本人もその気になって、これもある意味自分の好きなこと、趣味やな、これが高じてっていう話やんか。これも見てて僕は思うねんけども、企業そのものがもう今すごく多様化してて、僕が企業創業支援始めた頃ってメインのターゲットっていうのは30代40代の男性で、副業なんていう考え方も当時なかったしな、副業なんか許されてる会社なんてなかったしな。だからみんな脱サラしてで起業をしていくわけやん。ところが今は副業とか兼業みたいなのもあるし、企業のターゲットも女性がすごく増えてるし、僕がやってる創業スクールなんかでも一昔前って1割ぐらいしか女性ってなかった。30人おったら3人4人みたいな話だったけど、今半分以上、ひょっとしたら男性より女性の方が多かったりする。そういう意味で昔と違って企業そのものが多様化する中で、いろんなスタイルのね企業があるかなというふうには思います。そんな風に一番好きなことで起業するみたいなことを考えてると、さっき釣り名人の話したけど、素人の時間すごい長いわけみんな。結局これって企業準備なんかなっていう気がしてさ、最近。要するに素人でやってる間は将来のための、企業準備みたいなもんで、好きなことで飯食いたいねんな。そのためにはまず実績作らなあかんとか、実力つけなあかんとかいうのがあるんで、これが趣味の世界で、きっとその中で超一流になった人たちが起業していくんかなって思うのよ。つまりこの好きなことで飯を食うっていう世界で言うと、その世界ではやっぱり超一流になってなあかんってことやね。少なくてもこういうふうに例えばそれは釣りの世界があったりとか、メダカの世界があったりとか、歌の世界があったとしたら、この上のところに素人の間にね、ここまで上り詰めてるっていうのが大事なんかなって。でもしそうでないんやったら、準備の期間の間に、まだ商売してへん素人の間に腕前上げて実力つけて、そのマーケットの人に知ってもらっているところをやっていくと、好きなことで飯が食えるようになっていくんかなっていうふうには思いました。でも好きという感情とスキルっていうのが伴わない方っているじゃないですか、だから歌はめちゃめちゃ好きやけど歌下手くそやねんみたいな方もおられるじゃないですか、これはもう目も当てられないですか？やめた方がいいって感じですか？そうやな、音楽好きやねんけど歌そのものはそんな上手じゃない、プロとして飯食っていくっていうところに到達してないってことはもう本人も分かってるし、努力で補える部分もあればそうでない部分もあるやんか。
でも音楽業界って考えたらさ、歌うだけじゃなくって、それこそ裏方さんで言ったらいろんな職種があるし、音楽に携わった事業っていくつも作れると思うねんな。そこをどう見つけていくかとは思うねんけど、その業界に飛び込んでみな分からへんわな。だから分かりやすい話で言ったら、蕎麦が好きで蕎麦屋さんしたいんやって言わはって、蕎麦屋さんしたいんです、分かりました蕎麦打てるんですかって言ったら、いや蕎麦打たれへん、打たれへんが高いじゃないですか。だからまず修行に行くねん。その世界に入ってみるってことやわな。それが大事なんちゃうかな。でやっぱりその業界とかその世界に入ったら全然違うもん見えるしね。その中で自分が何ができるんかとか何が得意かみたいなことを考えるっていうことでいいんちゃうかな。諦めてはいけない。はい、ということです。好きなことで飯食うっていう話で、今日のテーマっていうのは、趣味が高じて仕事になるっていう話をしてきてんけど、このインターネットの時代でさ、どんなことでも飯食えるって変な言い方やけど、これ見てる人もちっちゃい頃にお母さんにゲームばっかりしとったらあかんで言うて、ゲームばっかりしてても大人になってご飯食べられへんでって言われたけど、今もゲームだけで飯食ってるやついっぱいおるやんか。いっぱいいますね。つまりどんな趣味でも全部仕事につなげていける時代になってるやん。こうやって僕 YouTube で話してるけど、最近もこのチャンネルがきっかけで同じ YouTube で老後のお金の話やってはるんかな、分からんけど、そこそこ稼げるようになったので、もともとサラリーマンやったみたいやねんけど辞めて YouTuber に専業になったっていう人も、その人と話してんけど、結局好きなことで飯食い始めはったわけやん。だからこれ聞いてる人の中でもさ、自分はこんなことで起業してみたいねいう人がいてたら、どんどんコメント欄に書いてみてください。みんながいろんな意見くれると思います。はい、ということで今日の話は終わりです。